もしあなたの愛する人があなたを金づるにしようと考えていたら、2004年メキシコトラスカラ州南端の小さな町テナンシング売春宿の一室では、一人の売春婦がくたびれた様子で壁にもたれかかっていました。彼女の瞳は完全に生気を失っており、まるで抜け殻のよう。おい、お客さんだ。はい。男に促された売春婦はかすれた声で返事をすると、ゆっくりと立ち上がり、重い足取りで客のところへと向かいます。彼女の名はカルラ・ハシント。彼らがこの日相手にする売春客の数はすでに30人を超えていました。彼女が働くテナンシンゴの町は売春宿のメッカ。体が壊れてしまうほどの人数を相手にさせられる売春婦は珍しくないんです。そして彼らが抜け殻のようになってしまっているのは、単に1日に相手にする客の多さだけが理由ではありません。実は彼らはまだ12歳の少女だったんです。12歳の頃から1日30人の売春客を相手にしていた少女。一体なぜ彼女は地獄の日々に身を落とすことになったのか。メキシコの売春市場が抱える底知れぬ闇とは。おさす。最近オートミール生活また始めたけど結構辛いわ。ケンちゃんです。季節の変わり目、皆さん体調はいかがですか？闇エミコです。というわけでね、オートミールなんですよ最近。はい、オートミール食べてたら健康になれるの？オートミール栄養価高いんで、食物繊維がね、白米よりもね、すごい入ってるんですよ。はい。ただ、味がね、食べたことあります？あるわよ。かなり緩くなるのよね、やっぱ食物繊維取るとね。確かにね。あれ食べるともうなんか仕事になんないよね。まあ、ただ痩せるとは思うわよ、やっぱり。あれ食べてるとね。あれなんか、オートミールだから痩せるっていうか、オートミールだから食欲失せるのもあると思うね。なんか美味しい料理法ね、あればね、皆さん教えていただければなと。僕はオートミールの解決策がまだわかんない。これこそね、いわばオートミールの闇ですよ。オートミールの闇です。というわけでね、今回はですね、世界にはびこる闇についてご紹介なんです。今回ね、第1回目でご紹介するのは、メキシコ売春宿の闇についてなんです。闇深そうなテーマね、本当に。なんとですね、この売春宿では、12歳の少女が働かせられているんですよ。なんでそんなことになるの？国は何してるのよとかね、いろいろ突っ込みたいとこあるけど、親はそもそもどうなのよ。今回ね、ちょっと実は親といろいろあって別になっちゃったんですけど、親はもちろんそんなこと許さないですよ。今回ね、なので親の命令でもなくてね、でもかつ自分からやりたいと言ったわけでもないんですよ。そんな状況なのに一切抵抗せず受け入れていたこの少女。そこに至るまでにね、彼女の身に一体何があったというんでしょうか。感情の消えた少女。2004年、今回の舞台はメキシコトラスカラ州の南に位置する町テナンシンゴ。通りに立ち並ぶ衣料品店や食料品店、店主と客が冗談を言い合い、緩やかな時間が流れる街並みに、その売春宿はひっそりと溶け込むように佇んでいました。おい、お客さんだ、早く行け。男にそう促され、無気力に立ち上がったのはまだ12歳の少女カルラ・ハシント。彼らはついさっき他の客の相手を終えたばかり。しかし男は彼女を休ませようともせず、次の客の元へせかします。はい。力ない返事をすると、男に指示された客の部屋へ向かう彼ら。その後ろ姿を見ながら、男は満足げな様子でこう言いました。まだまだ俺のためにたんまり稼いでくれよ。休みなく強要される売春に彼らは身も心もボロボロの状態。しかし彼女はなぜか反抗することもなく、普通の表情を見せることさえなく、ただ淡々と売春客の相手をし続けていたんです。完全に感情がないような過ごし方というか、もう生き方になっちゃってるじゃない。何を強要されたらというか、どんな扱いを受けたらこんなことになっちゃうの？彼女もね、最初こそ抵抗していたんですけれども、無理なね、売春を続ける日々で、彼女の精神にね、ある異変が現れてきたんです。というわけで本日のメトラキーワード、アレキシサイミアについて。アレキシサイミアとは、感情の認知が困難になる障害。ストレスを感じていることがわからなくなるため、喜怒哀楽の感情表現が乏しくなるんです。アレキシサイミアの人は過酷な労働などを強いられても動じずに応じるため、ストレスに強いと思われがち。しかし本人が気がついていないだけで、着実にストレスが蓄積されているため、放っておくとかなり危険なんです。発症原因は歪んだ家庭環境やトラウマとなる出来事、遺伝による性格の問題など様々。彼らもこの売春宿での耐え難いトラウマを通して、アレキシサイミアの状態に陥っていたと考えられます。そう、彼らは最初から無抵抗に売春を受け入れたわけではありませんでした。やだ、やめて、こんなこと絶対にしたくない。初めて売春を強要された日、彼らは大声を上げて暴れ、男に抵抗していました。すると、そんなに嫌がるなら仕方ねえな。そう言うと男が手に取ったのは熱々に熱したアイロン。
アイロンを押し当てられ声にならない悲鳴を上げるカルラ。やめて、お願い、やめてください。彼女が売春を拒むたび、男はそうやって耐え難い暴行を加えました。そしてあまりの痛みにカルラが泣き崩れると、続けて男は吐き捨てるようにこう言います。逃げようなんて考えてみろ。お前の家族を皆殺しにしてやるよ。そうやって日々繰り返される暴力と恐ろしい言葉の数々に、カルラはいつしか売春を受け入れるように。彼女は恐怖への防御反応から売春を行うことに何も感じなくなっていったんです。12歳の子供にこんな仕打ちしといてさ、ほんと同じ人なの心痛まないの、って思っちゃうわよ。まあそもそも気になるのがね、なんで12歳の少女がこんなお店に連れられてこなければならなかったのかっていうことですよね、まずは。実はね、彼らがね、この売春宿にやってきたのも、非常にね、胸くそ悪いね、理由からだったんです。運命の出会い。テナシンゴの売春宿へやってくる以前、彼らはメキシコの首都メキシコシティで暮らしていました。遅いなぁ。その日、地下鉄ピノスアレス駅の前でスケボーを脇に抱え友人を待っていたカルラ。彼女は少しボーイッシュな趣味を持つおてんばな少女でした。そしてなかなかやってこない友人にカルラがやきもきしていると、ねえ君、この近くにアイスクリームの美味しい店があるんだ。一緒にどう？突然声をかけられ、驚いた表情で振り返ったカルラ。するとそこには高級なスーツを身にまとい、爽やかに笑顔を浮かべる青年が立っていたんです。車のセールスでこの街に来ててさ、なんか退屈してそうだから声かけちゃった。はにかむようにしてそういった青年に彼らはかすかな胸の高鳴りを覚えました。素敵な人、アイスクリーム食べるだけだもの、いいよね。こうして彼らはその青年の言う通りに2人でカフェへ向かうことに。12歳の女の子をナンパって、まあ、そんなシチュエーション日本だとあるかしらね。なんか文化が違うからわかんない。他の国の人からして当たり前なのかもしれないけど、まあなんか僕らの感覚からするとね、この時点でやべえな。でもですね、一時的にではあるんですけど、この青年との出会いはね、彼らにとって救いとなる出会いだったんです。すごく素敵な車だった。ところでミゲルはいくつなの？青年の名はミゲル。彼の車でカフェまでやってきた2人は車内での会話を通しすでに打ち解けていたんです。僕は22歳だ。大嫌いな両親から逃げるために必死で仕事をして、今はこんな車も買えるようになったんだ。頑張ったんだぜ。おどけた様子でそういったミゲルでしたが、彼のその様子とは裏腹に彼らは表情を曇らせます。お父さんとお母さんのこと嫌いなの？彼らがその言葉に反応したのはミゲルの境遇に自分と似たものを感じたため。実のところ彼らは幼少期から両親の虐待を受け育っていたんです。そして顔を覗き込むようにしてそう聞いてくる彼らにミゲルは小さくため息を漏らしながらこう言います。ああ、父親も母親も小さい頃から僕のことを殴ったり蹴ったりしてた。もうあんな家には二度と戻りたくない。ミゲルの話した内容は決して喜ばしいものではありません。しかし彼らはその話に運命的なものを感じ、自分の拠り所を見つけたような感覚を覚えていたんです。この人なら私のことを分かってくれるかもしれない。まあミゲルと彼らは似た者同士だったわけね。まあ出会い方はどうであれちょっと素敵な関係ではあるわね。ここからね、ミゲルとね、彼らはね、とても幸せな日々を過ごしていく。彼らが両親から虐待を受けて育った事情を知ると、そこからミゲルは親身に話を聞き、いくつもの共感の言葉をかけました。そしてこの日以来、2人は頻繁に会うようになるんです。彼ら、これ気に入ってもらえるといいんだけど、花束や高級チョコレート、裕福ではない家庭で育った彼らが見たこともないようなきらびやかなドレス。ミゲルは会うたびに彼らを喜ばせようとプレゼントを贈り、まるでお姫様かのように彼女を大切にしました。いいやつやん。ありがとう。こんなに大切にしてくれてすごく幸せ。ミゲルが与えてくれるこれまで感じたこともないほどのぬくもりに彼らは幸せに包まれる思いがしていました。そんなある日のこと。パパ、ママ、ちょっと話したいことがあるの。いついなく神妙な面持ちで両親にそう切り出した彼ら。思い詰めた様子の彼女のその話に両親は怪げそうに耳を傾けます。実はこの家を出て好きな人と一緒に暮らしたいの。そう、彼らはミゲルと過ごすうち、彼から同棲をせがまれるようになっていました。それは彼女にとって大好きな人と一緒にいられるだけではなく、劣悪な家庭環境から抜け出せる誘いでもあったんです。しかし当然のごとく、まだ12歳で男性との同棲を切り出した彼らに両親は大激怒。彼女の話が受け入れられるはずもありませんでした。いやー、ちょっとやっぱ私はどっか怪しさを感じちゃうわよ。いくらなんでも愛し合ってるとはいえ12歳の子供と一緒に暮らそうなんてね、怪しさは拭えないわよ。まあだからね、両親も止めに入ったんですよ。その日、ミゲルに会うと両親に同棲を許してもらえなかったことを申し訳なさそうに話した彼ら。するとミゲルはしばらく考え込み、思い切った様子で彼女にこう言ったんです。彼ら、僕は君をその家に置いておきたくない。いっそ2人で駆け落ちしないか。生活のことは何も心配しなくていい。彼らの手をぎゅっと握り、真剣な眼差しで見つめるミゲル。彼といた方が私はきっと幸せになれる。
こうして駆け落ちをすることにした2人はメキシコシティから500キロ離れた都市グアダラハラで生活を共にすることに。ここから3週間ほど平穏な日々が続き、両親の虐待から逃げ出した彼らにはこの先何の曇りもない人生が待っているかに思えていました。しかし、おお、こいつは客も喜びそうな上玉だな。ある日、彼らと暮らしていたその家の玄関で知人の男と何やら話をしていたミゲル。そして男が帰っていったその後、ミゲルは部屋の中へ一人の幼い少女を連れて戻ってきました。ミゲル、その子は？突然自宅に連れ込まれた見知らぬ少女を前に彼らは思わず眉を潜めます。するとミゲルはさも当たり前かのようにこう言ったんです。ああ、俺のいとこが毎週一人売春用のガキを連れてくることになってんだ。そう、ミゲルと名乗ったその男の正体は売春斡旋を生業にする業者。同時にこの男の一言はこの先彼らの身に起きる悲劇をそのまま言い表していたんです。やっぱり騙されちゃったわね。もう恋人を装ってさ、信じ込ませて人の気持ちもてあそんでさ、あんまりよこんなのは。メキシコではですね、こうやって恋愛感情を利用してね、人を騙したりとか、人を動かしたりとかね、そういったことがね、横行してるんですよ。ね、ヤミコさん、恋愛感情を利用して人をね、動かしたりマネジメントするのなんて言うか知ってます？違うんです。皆さんには分かんないかもしれないですが、僕テレパシーでもらってたんですけど、日本語のフォーマットで送られてきてないんで文字化けしてるんで違うんですけど、恋愛でね、人をマネジメントするっていうのを、色恋管理って言うんですよ。はい、やっぱ好きになるとさ、盲目になるじゃないですか。だからなんかね、相手を好きにさせて好意を寄せさせてね、自分の思い通りにするみたいなね、人ね、実は皆さんの近くにもね、いるかもしれないし、皆さんも実は餌食になってるかもしれないんで、今一度ね、好きだけどその人の言ってることって本当なんかなーって立ち止まってね、ぜひ考えてみてください。話は戻りですね、ここからね、彼らの生活、まさに地獄になっていくんです。絶望の街。今日からここがお前の仕事場だ。ミゲルと名乗っていた男はそう言うと、売春宿の薄暗い部屋の中に乱暴に彼らを押し込みます。愛していた男の正体が売春の斡旋業者だと分かったあの日以来、様々な都市へ送られ、売春を強要されるようになった彼ら。彼女は週7日間、休みなく働かされ、1日に相手にする客の数は30人を超えていました。やだ、こんなこと絶対にしたくない。いいからやるんだよ。命令を拒もうとすれば棍棒を振りかざし、容赦なく彼らを殴りつける男。さらに異様だったのは、売春を強要してくる男だけではありませんでした。店の中にいる客を全員外へ出してくれ。ある日、彼らが働いていたトラスカラ州テナンシンゴの売春宿へやってきたのは約30人の警察官。彼らは店の客を全員外に出すと、貸し切りの状態の店で行為中の少女たちを撮影し始めたんです。またいい子が入ったら教えてくれや。そう言うと満足げな様子で売春宿を後にした警察官たち。実のところ、この時彼らが働かされていたテナンシンゴはメキシコでも売春のメッカとして知られる街。売春宿を訪れる客の素性は警察官の他にも教会の牧師や政治家など、この街の闇の深さをそのまま表していたんです。警察が売春宿貸し切って未成年の行為を撮影するってもう開いた口塞がんないぐらいのどうしようもない人たちね。そうですね。こうして彼らが途方もない数の売春に身を費やす日々はなんと4年にも及んでいくんです。そして彼女を売春宿に連れてきた男の卑劣な行為は売春だけにとどまらないんです。やっと帰ってくれた。何年も続く売春の日々にもはや何も感じなくなっていた彼ら。しかしここ数ヶ月、彼女の様子は以前とはまた少し違って見えていた。客との行為を終えた彼らの額には滝のような汗。力なくベッドに横たわった彼女は疲労困憊の表情を浮かべる。おい、次の客だ。当然ここテナンシンゴの売春宿で働く彼らに休む暇などない。顔面蒼白のまま身を起こした彼女は表情を引き締め直すと小さくつぶやいた。大丈夫、きっと無事に産んでみせるから。そう、彼らは妊娠8ヶ月を迎えたその時まで休みなく売春をさせられていた。彼らは売春宿で働く4年の間に2度の妊娠を経験していました。しかもその相手は売春客ではなく売春斡旋業者を営むあの男。1度目の妊娠の際、彼らは双子を身ごもるも男が中絶を強要。2度目の妊娠で無事に女の子を出産するんですが、なんと生後1ヶ月の頃に男の家族に取り上げられ、その後1年間は会うことも叶いませんでした。そうやって絶望的な状況が終わりなく続いていくかに思えた彼らの売春宿での日々。しかしこの後、彼女のもとに思わぬ転機が訪れることに。もしかしてついにその売春宿から脱出できるチャンスが到来するわけ？そうなんですよ。売春の闇にまみれたね、このテナンシンゴなんですけど、一筋のね、光が差してきたんですよ。メキシコの深い闇。
彼らが売春を強要されるようになってから4年後の2008年のある日、売春宿を訪れた客は彼女に密かに耳打ちをしました。この売春宿は明らかにおかしい。君以外にも子供が何人も働いているじゃないか。そう、この客は彼らが置かれている惨状を前にし、彼女を売春宿から救い出そうと考えたんです。ここから客の助けを借りた彼らは人身売買の撲滅を掲げるカニーノア・カーサ財団によって保護されることに。4年間で4万3000回にも及ぶ売春を強要された彼らの壮絶な日々はようやく終わりを迎えることに。そして迎えた2015年、23歳となった彼らは売春宿で抜け殻のようになっていたその日々からは想像もできない姿を見せていたんです。私は自動搾取犯罪防止のための国際ミーガン法を支持します。アメリカ・ワシントン DC の議会で堂々とそう発言した彼ら。この法律は犯罪者の渡航情報を監視する機関を設け、犯罪者が渡航しようとした際、各国へ注意を促す趣旨のものでした。彼らを搾取していたメキシコ・トラスカラ州の売春斡旋業者はアメリカの各都市への売春斡旋も盛んに行っています。そうした事情をよく知る彼女は他国の議会にまで出席し、自分を貶めた凶悪な組織の撲滅に働きかけたんです。このほか同年7月にはバチカン市国を訪れ、ローマ法王の面前での演説も行った彼ら。売春に青春のほとんどを奪われた彼女はメキシコ売春市場の闇と戦う強い女性に生まれ変わっていました。ほんとすごいわね。自分の感情をなくしちゃうぐらいのところまで行ってたわけじゃない、一時期。そこからまた立ち直ってメキシコ売春屋の闇っていうところを世間に訴えていくっていうその勇気、ほんと尊敬に値する人ね、この人。そうですね。彼女をね、地獄に陥れたね、この売春斡旋業者っていうのは必ず淘汰されるべきではあると思うんですけれども、そのことは置いといて、彼らのね、身に降りかかったその地獄の経験があったからこそ、彼女はね、今強く生きてるんじゃないかなとは思うんですよ。もちろんないに越したことはないんですけど、はい。トラスカラ州で売春斡旋に関わる業者の数は彼らが捕まっていたテナンシンゴの町だけでも約5000人。彼らの人身売買撲滅運動を快く思わない犯罪者がどこで彼女を付け狙っているのか分かりません。私は朝を迎えて夜まで生きていられないかもしれない。彼らはその恐怖にさらされながらも今も活動家として必死に戦い続けているんです。トラスカラ州でファミリービジネスとして根付き、様々な家庭で何世代にも受け継がれている売春斡旋業。大きくなったら売春斡旋をしてお金持ちになるんだ。貧困層の子供のうち5人に1人がそんな夢を語るその街の闇がいつか晴らされることを願ってやみません。